여러분안녕하세요、しゅうせいみだ。本日なんですけど、本日はこちらになります。 EGF なんですけども、肌再生と美白に特化した成分 EGF なんですよ。でこちらがオリーブヤングと薬局コスメ、どちらが成分金額比較してどっちがコスパがいいかというところを皆さんの方に徹底的に解説してシェアしたいなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、韓国コスメ好き必見のテーマと思うんですけども、韓国の人気コスメショップオリーブヤングで買えるコスメなんですけども、韓国のコスメ対決になりますね。一体どちらが成分的にお得なのかっていうところ、この2つなんですけども、今回肌再生と美白に特化した期待できる成分なんですけども、 EGF にフォーカスして2つの成分を徹底的にこちら解説していきたいなと思います。で今回比較するのはこちらですね、ミグハラ EGF クリスタル 10ppm オリジンってやつなんですけども、こちらが 25ml で、5600円ぐらいですね。その前後なんですけども、でもう一つこちらなんですけども、こちらが韓国の製薬会社なんですけども、ハンミのプロカム EGF アクティブバイタルクリームなんですけども、こちらが 20ml、約2000円ぐらい、2000円とか1800円ぐらいで買える金額かなと、店舗によって変わってくるんですけども、それぞれ EGF 配合の人気のアイテムなんですけども、価格に大きな差があるっていうところの2つでね。で果たして高い方が良いのか、それとも薬局コスメの方がコスパが最強なのか、成分や効果の違いを分かりやすく今回は解説しながら皆さんの方に、自分が合うのはどっちかっていうところも判断できるように皆さんの方に解説できればなと思っております。それでは行ってみましょう。まず簡単に EGF についておさらいしていきたいなと思うんですけども、 EGF なんですけど、肌の細胞成分を促進するタンパク質で、肌のターンオーバーを整えてくれる、動きがあるっていうところの、その結果シワやシミの改善、傷んだ肌の修復だったりとか美白効果などの期待ができる成分が、この EGF っていうものになるんですけども、年齢とともに肌で減少していくため、スキンケアで外部から補ってあげるっていうことがね、大事とは言われてるんですけども、で韓国ではこの EGF 配合のコスメがすごく注目されていて、僕もねすごく使ってるんです。この EGF が大好きです。成分として、皮膚科処方に近いアプローチする薬局コスメでも積極的に採用されているんですよね、こちらね。一方オリーブヤングなどで売られている一般コスメ、こちら今回はねミグハラのものをちょっと紹介してるんですけど、僕が使ってるものはこの2つなので、もうこちらの一般的なコスメブランドから EGF 美容液が登場しており、どちらがより効果的でコスパが良いかっていうところが気になるところで、今回ねちょっと調べて皆さんの方に詳しくシェアしたいなと思っております。で今回その代表例としてオリーブヤング等でも話題のミグハラ EGF ね、こちら僕が大好きで使ってるっていうところもあるんですけども、こちらと薬局専用のハンミ製の EGF クリームを比較していきたいなと思います。それぞれね EGF という同じ成分をもう推しにしつつも、価格帯も処方も大きく異なるアイテムなんですよね。それぞれ成分や EGF 濃度だったりとか、期待できる効果、保湿、美白、エイジングケア、敏感肌対応など、刺激になりうる成分のありなしを、そして処方上の違いなどを順番に見ていき、順番に皆さんの方にシェアしていきたいなと思います。でまずはこちらミグハラなんですけども、こちら EGF クリスタルの主な特徴をまとめると、 EGF、こちらが 10ppm 配合しております。肌の弾力アップや再生をサポートする成分なんですけども、韓国でもトップクラスの濃度が高い配合になってるんですけども、肌のケアに期待大できる EGF、こちらの商品になっております。そしてプラス3種のペプチドとアデノシン配合していて、EGF だけではなくアセチルヘキサペプチドが8糖の複数のペプチド類や、アデノシンも含まれて、コラーゲン生成を助けて、シワ改善、張りを整える処方になっているっていう商品になりますね。そして保湿の部分なんですけども、ヒアルロン酸が入っていて、あとグリセリン、ビグルカン、パンテノールといった保湿に特化した成分の内容になっておりますね。そして肌荒れケア成分も入っていて、肌の潤いを与えつつキメを整えてくれる効果が期待できる商品になります。で低刺激で敏感肌でも OK なんですけども、ミグハラのこの美容液は、自然由来の原料をベースに使われているというところですごく有名なんですけども、刺激が少ないため、敏感肌でも使用可能とされております。実際ね、香料や着色料も無添加である点が敏感肌には優しいポイントかなっていうところですね。効果としてなんですけども、メーカーによればハリ感、弾力アップ、ブライトニング、
高保湿エイジングケアなど引き締めっていうね、マルチな効果がある商品になってるんですけども、さらっとした水のようなテクスチャーで、肌なじみが良くて、ブースター的に使うことで後から使う化粧品の浸透もすごく助けてくれるというので、すごく EGF としては有名なこちらのミグハな商品なんですけども、かなりトナーに近いテクスチャーって感じが非常にする感じでございます。で実際僕が使った感じのレビューとしては、肌なじみが良くてベトつかないっていうところと、刺激を全く感じないっていうね、そんな感じですね。であとレチノールで刺激を受けた、肌の回復期やダマペン5の肌再生などに取り入れるとすごく良いと言われていて、美容皮膚科の施術の後とかにも僕はこちらの商品を使ってたりするんですけども、といった、結構韓国では、美容に詳しい方は結構使ってるっていう感じなんですけども、高濃度の EGF を贅沢に配合したアンプルなので、スペシャルケアとして大事に使いたいっていうところで僕は使っているっていう感じになりますね。続いてハンミの製薬のプロカムアクティブバイタルクリームなんですけども、こちらを解説していきたいなと思います。こちらクリームタイプで容量が 20ml となっていて、少なめなんですが、価格がだいたい2万ウォンぐらい、僕買った時は1万8000ウォン、1800円ぐらいで買えるかなって、為替における大体2000円いかないぐらいかなって感じだったと思うんですけども、とてもリーズナブルで、日本円にすると大体その1800円か2000円ぐらいなんですけども、ミグハラと比べると3分の1程度の価格帯なんですけどね、しかも EGF 配合がほぼ同等、約 10ppm なんですけども、高濃度の EGF を最大限入れられる量を入れたっていう時の大きな売りになってるっていうところになりますね。でハンミの EGF クリームの成分特徴をシェアしていきたいなと思いますね。 EGF オリゴペプチド 10ppm 入っておりますね。ミグハラ同様の EGF を高濃度を入れているっていうところになります。刺激を受けて、肌が傷になったところとかの肌の再生を促す、再生してくれるっていうところを作られた再生クリームなんですけども、EGF 以外にオリゴペプチドなど複数の成分が入っている、ペプチドが含まれているっていうところになります。合わせて美白シワ改善有効成分のナイアシンアミドが入っていて、あとアデノシンですね、こちらシワ改善ですね、ナイアシンアミドの美白効果ですねが配合しており、韓国の機能性化粧品認証で、シワ美白のこのね二重機能性を取得しているっていうところになります。つまりこのクリームは一つでシミくすみケアとエイジングケアが期待できる商品になっているっていうところになります。あとは鎮静成分ですね、そういうところも豊富に入っているということで、製薬会社らしく肌荒れやダメージケアの成分が非常に充実しております。ツボクサ由来の3つの成分ですね。アシアチコシドとアシアチン酸とマデカシン酸になります。でグルカンセラミド NP などが配合されていて、バリア機能のサポートを、肌鎮静をしてくれるというものになります。さらに植物エキスも複数入っていて、カメツレとかラベンダーとかローズマリーとかの葉のエキスが入っているっていうところも、ちょっと香りが若干あるっていうところになりますかね。あとは高質のクリームベースで、成分にシアバターや植物オイルグリセリン BG などが入っておいて、テクスチャーはこってり、濃厚で栄養価たっぷりっていう感じのテクスチャーになりますね。公式にも弾力のあるテクスチャーで高い栄養ケアとして推奨されているクリームなんですけども、そんな風に紹介されています。公式にもね、弾力のあるテクスチャーで高栄養ケアと紹介されているところから、塗った後はベトつかないで、スーッと馴染んでくれる一方、肌にしっとり膜を張るような高保湿を叶えてくれるクリームになっております。低刺激無香料なんですけども、合成香料や着色料は使用されてないです。敏感肌向けに開発されているっていうところの商品になりますね。実際美容皮膚科とかで、レーザーの施術後とかの敏感肌の、鎮静化にも使えるとされているクリームで、韓国では皮膚科や薬局でサンプルが送られることが非常にこちら多いんですけども、僕は美容皮膚科の後にも使ってるんですけども、肌の赤い肌にも問題なく使えるっていうところで、刺激がないっていうところもあるし、そういうところで非常に使いやすいクリームになっておりますね。このハンミの EGF クリームは実は韓国では入手困難の幻のクリームと非常に話題になった人気のクリームで、一時期ねかなり品薄だったんですけども、薬局の店舗や公式オンラインでは1人
何個みたいな1個2個とかのね、制限がかかっているほどで、やっと買えたみたいなね周りからの声も非常に多かったんですけども、最近では割と売ってるかなって、韓国の薬局ではなんですけども、9点とかでも割と最近ではもう見かけて購入できる感じだと思うので、そんな1人何個みたいな満点の制限はないかなと思うんですけども、そういうところで高成分で低価格でコスパ優秀なアイテムとして評価されているというところになりますよね。で、処方の違いと使用感の比較なんですけども、両者成分や処方の違いによる効果使用感の差を整理したいなと思うんですけど、EGF の濃度と配合目的なんですけども、どちらも EGF を約 10ppm 高濃度に配合しており、肌再生を狙った商品になってるんですよね。で EGF 自体の配合量は同じなんですけども、この点では同じかなっていうんですけども、ただ製品に使われた方の違いは、ミグハラは美容液、集中ケア、半身やクリーム、仕上げ保湿ケアみたいなね位置づけで、同じ EGF でもミグハラは他の美容液と一緒に使って OK で、EGF の土台を作るって感じとして、ブースター的に使ってる方が非常に多いかなって感じですね。で、僕もそのような使い方をしてるんですけども、で半身はスキンケアの最後に蓋をしながら有効成分を届けるっていう仕上げのクリーム的発想なので、ちょっと使い方は変わってくるかなって感じですね。で次なんですけど、美白シワへのアプローチっていうところなんですけども、ミグハラ、こちらはナイアシンアミド美白成分が入っていませんが、こちら半身にはしっかり配合されているというところになります。そのため半身の方がシミくすみ改善の機能性が公式にね認められているんで、かなり優秀かなと思いますね。一方のこちらのミグハラなんですけども、 EGF の使用で、肌のターンオーバーを促進により間接的にくすみをケアする効果は期待できるんですが、直接的な美白有効成分の配合はねこちらは入ってないので、シワ改善については両者ともアデノシンを配合しており、エイジングケアを効果を打ち出しているっていうところになります。でさらにミグハラなんですけど、こちらねペプチド類による張り向上、半身やペプチドプラスセラミドなどによる張り弾力ケアと肌のふっくら感が向上が期待できる商品になっているかなって感じですね。で保湿力と使用感なんですけども、これはテクスチャーの違いから大きく変わってくるかなって感じなんですけども、ミグハラの美容液は水のように軽いテクスチャーで肌にスーッと浸透して、ベトつかないっていうところがあります。油分が少ない処方のため、姿勢肌や混合肌でも使いやすくて、他の繊維と重ねても、もたつかない、ベトつかないみたいな、そこら辺の魅力がありますよね。乾燥が気になる場合はこの後に手持ちのクリームで蓋をする必要があるので、対する半身のこちらのクリームなんですけども、リッチでコクのあるクリームですね。乾燥肌の方でも満足できる高い高保湿でできていて、夜塗れば翌朝までしっとり感が続くほどの、かなり高いクリーム感を感じるかなって感じですね、使用して。でただこってりしてる割に意外とベトつかないってところがあるので、ここはいい点悪い点、人それぞれ変わってくるのかなと思うんですけども、伸びが良くて少量でも潤うっていう、そういうところもいいところかなと思いますね。重すぎて不快という、そういう方ももしかしたらいるかなと思うんですけども、ここはね、自分がどういうテクスチャーが好きかっていうところに変わってくるかなと思うんですけど、僕はねかなりリッチクリームは大好きですね。なんかすごくねラメール感のあるクリームかなって感じなので、この値段で買えるっていうのもかなりお得かなと僕は思って、成分も内容もいいのでね、オイリー肌や夏場とかに少量を軽く伸ばすか、夜だけ使うなどの調整が必要かなっていう感じなところですかね。でそして刺激や肌への優しさなんですけども、両方とも敏感肌向けで、出てるので、実際成分的にも刺激になりやすい処方になっておりますね。ミグハラはアルコール合成香料フリーで、成分の大半が肌の優しい天然由来のエキスで、保湿剤のために刺激はないものになっておりますね。で半身の合成香料不使用で、ツボ臭いエキスだったりとか乳酸菌発酵エキスなどが、肌のね落ち着かる成分が多く含まれているというところで、レーザー後のデリケートな肌にも使えるほどの、低刺激、そういうものになります。ただし半身の方はねペパーミント葉やベルガモット葉のエキスなどが、植物由来のエキスがねこちらには含まれているので、そこから辺のアレルギーがある方は非常にちょっと注意が必要かもしれないですね。とはいえ配合量は多く
もないので、香りもほぼないって感じの程度なので、一般的には問題なく使えるかなって感じですけど、若干ですけど本当にちょっとした香りぐらいかなって感じなので、アレルギーがある方はちょっと注意が必要かなって感じですね。で、コスパと入手性なんですけども、コストパフォーマンスで言えば、計算したんですけど 1ml あたりの価格は半身の方が圧倒的に安いんですよね、こちらの方が。ミグハラは 25ml で、約5600円として 1ml あたりが約224円なんですけども、半身は 20ml で約2000円と考えて 1ml あたりが約100円と半分以下の価格になるので、有効成分のことを考えても半身はもうオールや成分で、非常にいいっていうところですよね。ユーザーからもやっぱりそこら辺も支持されてるのかなっていうところも感じられるところなんですけども、 EGF 目的で使うならコスパ最強と言えるんじゃないかなっていう感じだと思いますよね、こちらが。で一方はミグハラは価格こそすごく高めなんですけども、その分使用感の良さや他の美容液との相性の良さっていうところで最高濃度の EC を使っているっていうところで、満足感があるものになりますね。でまたミグハラとかは9点だったりオリーブヤングのグローバルな通販サイトみたいなところで比較的入手しやすいものになっているので、半身のプロカーム EGF クリームには基本的には韓国の薬局や、一部9点とかでも売ってたりはするんですけども、一部通販サイト限定販売にはなっております。入手性ではミグハラの方が軍配が上がるっていうところで、どちらかといえばですけども、でも最近では9点でも売ってるので、ちょっと金額は高くなるんですけども。で最後にまとめなんですけども、どんな人にどちらが向いているかざっくりまとめてみたんですけども、こちらミグハラ EGF クリスタルの 10ppm オリジンが向いているのは、姿勢肌だから普通肌の方、ライトな使い心地が好きな方は非常におすすめかなって感じですね。ベタつかないしさらっとした美容液なので皮脂が多めの肌質でも使いやすくて、他のアイテムとも重ねやすい、使いやすいっていうところもありますよね。であとは今のスキンケアのプラスアルファとして使いたい方になりますね。いつもの化粧水だったり美容液の EGF ブースターとして使いできるっていうところも、今のケアにもう一押し、弾力だったりとか、透明感みたいなものが欲しいという場合に非常に取りやすいのかなと思いますね。あと成分にとことんこだわりたい方になりますね。EGF 配合なんですけども、ペプチドや発酵エキスなどが攻めの成分が好きな方に非常におすすめかなと思いますね。あと香料やアルコールも無添加なので敏感肌にもかなり使いやすいテクスチャーになっていて商品になっているので、高くても話題のいいコスメを使ってみたいっていうことは非常に満足を得られるんじゃないかなと思いますね。で合わせてこちら半身なんですけども、こちらが向いてるのは乾燥肌、エイジングサインが気になる方、濃厚クリームで保湿力抜群なので、乾燥による小じわや張り低下が気になる方にはぴったりかなと思いますね。夜のナイトクリームとして特におすすめかなと思いますね。で美白もシワもまとめてケアしたい方になります。ナイアシンアミドとアデノシンが配合しております。美白とシワ改善の両方を公式にも謳っているので、そこら辺のおすすめなクリームになります。シミもシワもケアして一石二鳥を狙うならこのクリームかなと思いますね。で予算的なコスパ重視の方ですね。あととにかくこちらは価格がかなりお手頃っていうところで EGF を毎日使いたいって方は、かなりいいクリームなんじゃないかなと思いますね。継続しやすいスキンケアは非常に大事なポイントなので、価格も非常にそこら辺は関わってくるところかなと思うところでございます。でシンプルケア派の方ですね。このクリーム1本で保湿もエイジングケアもできるので、化粧水の後これだけで塗っておけば OK っていう手軽ケアも可能なんですけども、ちょっとこのクリームだけでいいやみたいなね感じもできるっていうところなんですが、基本的には間にね、いろいろアンプルとか、美容器とか入れた方がいいんですけども、最悪の最悪、このクリームだけでもいけるっていうところはかなり嬉しいところかなって思いますよね。でもちろんね、両方併用することも可能なので、実はテクスチャーが全く異なるので、朝ミグハラのメイク前の土台作りで、夜は半身でしっかりナイトケアっていう使い方もできるので、僕はそういうふうに使ってるんですけども、履いてるところでね、ちょっと詳しくまとめてみたんですけども、僕がね大好きな EGF っていうところで、今回はね、こちらのEGF 配合の代表的な僕が使ってる、韓国薬局コスメ、こちら、そして一般コスメというところで、ミグハラと半身の
2つの商品を比較してみたんですけども、それぞれね良さと強みがあって、どちらも一概に優れてるとは言えないんですが、皆さんのね肌質だったりとかケアスタイル、そして重視しているポイントがあるかと思うので、こっちが合いそうだなって思ったらこっちを使うみたいな感じでいいのかなと思うんですけども、肌再生や美白を助ける EGF コスメ、興味のある方はぜひね自分に合った方を試してみてください。僕はねこちら方を使ってるんですけども、EGF はね10ppm がねもう最高に入れられる量なので、こちらをね今回は最高に入れられる量で、薬局コスメと一般コスメでちょっとね比較してどうなのかなっていうところの内容を調べてみたいなと思ったので、皆さんの方にも調べた方をシェアさせていただいたんですけども、肌再生美白を助ける EGF コスメですね。興味のある方はぜひね自分に合った方を試してみてください。はい、そんな感じでねスキンケアは無理なく続けられることが、相棒を見つけることが非常に大事になってきているので、自分に合った商品を見つけてみるのはいかがでしょうか。はい、そんな感じで今回はこちらの2つの商品をフォーカスして皆さんの方にご紹介させてもらったんですけど、いかがだったでしょうか。なんかねわからないことありましたら下のコメント欄のコメントいただければ全て全部コメントを返させていただきますので、コメントの方もいただければと思います。はい、こちらね2つね僕が大好きなEGF10ppm が入っている商品なので、かなり僕はね効果を感じている商品なので今回比較したんですけども、ぜひ気になる方は次ね9点目代わりがもう少しで始まるので、ぜひこちらの方も使ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。